今回は金木犀の香りの香水を紹介してみます。皆さん何の香りが好きですかと聞かれたらどう答えるでしょうか。香水に携わる仕事をしていく中で、日本人は次の3つの香りを求める方が多いように感じています。まず1つ目は清潔感を連想する石鹸の香り。2つ目は去年からのトレンドにもなっている紅茶系の香り。そして3つ目が今回紹介する日本人に馴染み深いお花の香りである金木犀の香りとなります。金木犀の香りの香水で有名なものだと、以前ツイッターでも紹介した舞妓夢コロンや、こちらの武蔵野ワークスの金木犀などがあります。ですが今回は他ではなかなか紹介されることが少ない、ちょっと特別な金木犀の香りをテーマに香水を5つ選んでみました。5つともいい香水ばかりなので、興味が出た方はぜひ試してみてください。まず金木犀の花について簡単に紹介していきます。金木犀は昔から低木として愛されてきた三大香木の一つである強い芳香を放つ花として有名です。秋口に道を歩いていると、たまにどこからかいい香りがふわっと漂ってきて、金木犀の香りで四季を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。金木犀は海外ではオスマンサスとも呼ばれていて、製品の名前にそのまま使われることも多いので、この名前で聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。お花ですが甘くてフルーティーな香りが特徴です。次は僕がおすすめする金木犀の香りがする香水を5つ紹介していきます。まず1つ目に紹介するのは日本ブランドであるこちらのパルファンサトリというブランドのソネットという香りになります。このソネットは先日ツイッターの方で教えていただいて購入を決めました。実際に試してみて本当に金木犀の香りに近くて、なおかつとてもいい香水だと思ったので今回紹介してみます。トップノートはスイートオレンジ、マンダリンイエロー。ミドルノートはオスマンサスアブソリュート、クラリセージ、バイオレットローズ。ラストノートはサンダルウッド、ボワードローズとなっています。調香師は創業者でもある大沢悟さんとなっています。香りのトップは桃のような金木犀を思わせるフルーティーな香りから始まります。ここの香りは本当に金木犀の木の横を通り過ぎた時を思い出すリアルな香り方をします。徐々にスイートオレンジの爽やかな甘みや酸味が気持ち強めに広がっていきます。果物のような香りが落ち着くと、クラリセージのハーバルな香りが加わってきて、軽くてスッとした爽快感を感じます。澄んだ香りの奥にフルーティーな甘い金木犀がふわっと優しく香ってきて、華やかなローズで上品さを加えています。ラストにはクリーミーで甘いサンダルウッドの香りを感じ取ることができて、とても落ち着く香りに仕上がっているのではないかなと思います。金木犀に近い香りを探している方にお勧めしたい作品です。2つ目に紹介するのは、こちらのクボンドミニムというブランドのアクアマジェスタエという作品になります。クボンドミニムは日本でも人気の香りを数多く手掛けたジャンクロード・エレナさんが監修したビーガン認証を受けた香水ブランドになります。アクアマジスタエはミニム修道院にある金木犀の庭園の香りから着想を得て作られた作品です。トップノートはアカシアシトロン、ミドルノートはオスマンサス、ラストノートはシダーウッド。調香を担当したのもジャンクロード・エレナさんとなっています。トップノートはフレッシュで甘酸っぱいアプリコットのような香りから始まり、清潔で爽やかな印象です。レモンを思わせるシトラスの香りがとても心地よくて、緑の金木犀と合わさり上品でリラックス感のある香りが広がります。桃のようにほんのり甘い金木犀の香りですが、ラストはシダーのウッディ調に落ち着いてきて、ウッディベースですが男性にも使いやすい柔らかい雰囲気に仕上がっています。こちらは 10ml の小さいサイズでも販売がありますし、手頃な価格設定なので、安価で金木犀の香りの香水を探されているという方に一押しの作品です。3つ目に紹介するのは、こちらのニコライというブランドのフィグティーという香りになります。
このフィグティーという香水はフレーバーティーを表現した作品になります。フィグティーは直訳するとイチジクのお茶となるので、金木犀と言われると疑問に思う方もいらっしゃると思います。ですがフィグティーはなんと香りの香水にイチジクの香りが入っていません。逆にフィグと書いてあるので、イチジクの香りがすると思って嗅ぐと落胆してしまう可能性もあります。それはその通りで、ニコライのフィグティーは金木犀の香りを中心にノートが構成されています。香りのつけたては少しだけ薬品のような香りを感じるんですけど、すぐにピーチのような甘い金木犀とオレンジジュースを混ぜたようなフルーティーな香りが広がります。そこにジャスミンなどのホワイトフローラルと合わさることでクリーミーな甘さになりますが、コリアンダーのハーブのような苦味がスパイスとなり、先ほどの甘さが爽やかな印象へと変化していきます。最後はマテ茶などのビターな香りが加わり、優しい金木犀が持続するフルーツフレーバーティーを思わせる香りが続きます。こちらも比較的手頃で軽やかな香りなので、香水初心者の方にもお勧めしたい作品です。ブランドのニコライの中でも一番人気のある香りでリラックスしたい方にもおすすめです。4つ目に紹介するのはこちらのザ・ディファレント・カンパニーというブランドのオスマンチュスという作品になります。ブランドのザ・ディファレント・カンパニーは2000年にフランス・パリで創立した高級香水メーカーになります。創業者は調香師のジャンクロード・エレナさんと、ジャンクロード・エレナさんのいとこにあたるアートディレクターのティエリー・ドゥ・バシュマコフさんが共同で創設しています。調香をジャンクロード・エレナさん、ボトルデザインはティエリー・ドゥ・バシュマコフさんが手掛けています。このオスマンチュスという香りは、ジャンクロード・エレナさんが中国訪問の際に紫禁城で味わった感動の記憶を留めておくために作られた作品で、なんと 250ml につき 20kg もの金木犀の花が使われているのだそうです。香りのトップはハーブのような少しスパイシーでグリーン調の香りから始まります。スパイシーな香りからジャスミンのクリーミーなフローラルやマンダリンのフルーティーな香りが加わることで柔らかい印象に変化していきます。ラストはパウダリーなムスクが心地よく清潔な印象を加え、金木犀の香りが甘さ控えめに優しく香ります。とても上品で大人な印象なので、きれいめな服装に合う香りかなと思います。高品質な金木犀の香水が欲しいという方におすすめです。最後に紹介するのはエルメスの高級ライン、エルメッセンスのオスマンサスユンナンという香りになります。この香りは金木犀と中国のユンナンの伝統的なお茶の香りをイメージして作られた作品で、北京の紫禁城への旅からインスピレーションを受けて作られています。調香師はまたジャンクロード・エレナさんになります。トップはジューシーなオレンジや少し酸味のあるアプリコットの美味しそうでフルーティーな香りから始まります。フルーティーさが落ち着くとフリジアや金木犀のエレガントで甘いフローラルの香りに変化し、金木犀の奥にスモーキーなお茶の渋みが合わさることで落ち着いたリラックス感のある香りに変化していきます。最後に少しのレザーノートが加わることで金木犀の柔らかな香りに上品さがプラスされ高級感のある仕上がりになっています。金木犀のお茶があるとしたらこのオスマンサスユンナンのような香りになるのではないかなと思うくらい再現度と上品な仕上がりになっています。またオスマンサスユンナンは変化がすごく楽しめる香りで、人によっても香りの差が出やすい作品だと思っているので、肌に乗せてみて香りの出方を楽しんでいただきたいなと思っております。今回は金木犀の香りをテーマに5つの香水を紹介してみましたがいかがでしたでしょうか。僕は今好きが高じて香水に携わる仕事についていますが、金木犀の香りの香水というのは毎年流行り廃りなく求められている印象があります。金木犀の香りの表現は個人的にジャンクロード・エレナさんがとてもうまいと感じていて、今回紹介した5つのうち3つが彼の作品となりました。皆さんもよかったら好きな金木犀の香水をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。
このチャンネルでは季節やブランド別でおすすめの香水を紹介しておりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録やこの動画が良かったらグッドボタンもよろしくお願いいたします。今回紹介した香水が購入できるリンクは概要欄に貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。